ガイウス・ユリウス・カエサル、生涯と時代の前史。この動画では、カエサルの生涯を追っていきます。誕生から政界進出、全100から全60年。ガリア戦争とルビコンとか、全58から全49年。独裁と暗殺、そして遺産、全46から全44年。出自と時代背景、紀元前2世紀末から全100年。ローマは地中海の覇権を獲得しつつも、共和制の制度にはほころびが広がっていた。属州からの富が元老院貴族に集中し、兵役、土地問題は深刻化。グラックス兄弟の改革は頓挫し、都市民と農民の不満は蓄積する。軍政はマリウスの改革で傭兵化が進み、兵士は将軍個人に忠誠を誓う傾向を強めた。共和国だが、個人将軍の力が国家を凌駕するという矛盾が、すでに時代の空気となっていた。この時代にガイウス・ユリウス・カエサルは生まれる紀元前100年。ユリウス氏族は古いカトリキ貴族だが、近年は政治的には目立たず、しかし家系神話としてアエネアス、ユールス、ユリウス系と連なるヴィーナス起源を誇った。父は同名のガイウス、母は教養と品格で知られるアウレリア。叔母ユリアは将軍マリウスの妻で、後の内戦で運命が大きく動くことになる。青年期、内戦と亡命、初陣、全90年代から全70年代。スッダが独裁官として政権を握ると、マリウス派に連なる縁戚は弾圧対象となる。全84年、カエサルは執政官チンナの娘コルネリエと結婚。スッダは離縁を命じるが、若きカエサルは敢然と拒む。官職、財産を失い、命も危うくなるが、友人や親族の奔走で赦免され、軍務に就く。全80年代、小アジアでの従軍で初めて功を立て、ミュティレネーの戦いで市民間、コロナ治癒以下を受けたと伝わる。全75年頃、ロドスへ弁論術修行の途上。キリキア海賊に拉致される。身代金の支払い後、すぐに官を募って海賊を追撃、捕獲し、約束通り十字架刑に処した逸話は、後年の冷徹さと迅速さを象徴する。政界進出、アエディリスから大神官へ、全69から全62年。全69年、カネストル、財務官としてヒスパニアへ。帰国後、叔母ユリアと妻コルネリアを相次いで失い、葬儀でマリウスへの参加を含む演説を行い、民衆の心をつかむ。全65年、アエディリス、アゼチカンとして壮麗な競技、統計物を開催。莫大な借金を負う一方で、民衆的人気を獲得。全63年、驚きをもって迎えられたのが、ポンティフェクス・マキシムス最高人議官当選である。宗教的最高位が、彼の政治的足場を固めた。同年のカティリナ事件では、陰謀者の即時処刑に反対し、終身禁錮を主張したことで、法の原則を重んじる姿勢と、ポピュラレス寄りの立場を印象づけた。全62年には、プラエトル、法務官、その後、ヒスパニア・ウルテリオルのプロプラエトル、法務官大執行として債務を清算できるほどの戦果と富を得る。第一次三等政治と執政官、そしてガリアへ。全60から全59。ローマ政界は対立が激化。ポンペイウスは東方での大勝利にもかかわらず、元老院から冷遇され、クラッススは富豪だが政治的基盤は弱い。カエサルは両者を調停し、全60年、非公式ながら強力な政治連合、第一次三等政治を結成。全59年、コンスル、執政官に就任すると、土地法や植民地の設置などを通して、兵士、都市民双方の支持を固める。同僚ビブルスは妨害に徹し、やがて地底に引きこもったため、ユリウスとカエサルの都市と揶揄されるほど、犠牲は彼主導で進んだ。任期末、彼はガリアキサルピナアルプス南とイリュリクムのプロコンスル、統領に任ぜられ、間もなくガリアトランサルピナ、アルプス北も加えられる。ここから約10年の戦役が始まる。ガリア戦争、公平と平坦、心理戦の総合芸術。全58から全50、全58年、ヘルエティ族の大移動を阻止し、東方ではゲルマン王アリオ・インストゥスを破ってライン西岸の安全を確保。全57年、北方のベルガイ同盟を撃破。サビス川の戦いでは危機をしのいでネルウィン族を屈服させる。全56年、海洋勢力ユネティに対し急増艦隊で制海権を奪取。全55年と全54年、2度にわたりブリタンニア都会、
工場占領には至らぬが、ローマの視界を大西洋へ広げた象徴的遠征となる。前55年には、ライン川に木橋を短期で架け、対岸へG侵入、高兵力と宣伝効果の組み合わせが見事で、敵に心理的圧力を与えた。前54から前53年、東映の部隊がアンビオリクスらに奇襲され、サビヌスとコッタの部隊が壊滅。カエサルは報復と再編を重ね、同盟部族の粛清と温床で秩序を取り戻す。前52年、ガリアの英雄ブエルキンゲトリクスが大放棄、ゲルゴイーナで敗れるも、執拗な追撃でアレシアに追い込み、世界史的な二重包囲線、内外両向きの築城を構築。救援軍を外側で食い止め、籠城軍を内側で圧迫して降伏させた。前51から前50年、総統戦でガリアは高級支配権となる。カエサルは莫大な富と忠実な軍団を得て、ローマ政治の重しを手にした。ガリア戦記は本人の著述ゆえ、戦果の誇張の可能性がある。だが、兵隊、公兵、宣伝を統合した古代的総力戦の完成度は、資料の偏りを差し引いても揺るがない。ルビコンとかと内戦、前49から前45、三島政治は瓦解へ向かう。前53年にクラッスス戦死、前54年にポンペイウスの妻、カエサルの娘ユリア死去で、絆は弱まる。元老院はカエサルの武装解除と帰還を迫り、前49年、カエサルはルビコン川を軍勢と共に越える。際は投げられた。電撃的にイタリアを制し、スペイン方面のイデルダで敵軍を投降させ、マッサリアを包囲して地中海の海上交通を抑える。主力は東へ退いた。ポンペイウス、前48年、ギリシアのファルサロスで決戦。カエサルは数的不利を覆して大勝。ポンペイウスはエジプトへ逃れるが、現地で殺害される。カエサルはエジプト内乱に介入し、クレオパトラを支援して王位に復帰させる。前47年、小アジアのゼラでアルナケス2世を瞬時に撃破。見た、勝った。前46年、北アフリカのタプソスで元老院パ、スキピオ、ヌミディア王ユバを撃破。加藤はユティカで自害し、共和制の道徳的支柱は失われる。前45年、ヒスパニアのムンダでポンペイウスのイジラの軍を壊滅。地中海世界は事実上、カエサルの統一の下に入った。権力と改革、独裁と再設計。前46から前44、ローマ帰還後、カエサルは独裁官、ディクタトルに就任し、前46年に10年、後前44年に終身、制度の大修繕に着手する。第1は暦の改革、アレクサンドリアの地を導入し、太陽暦、樹暦暦を採用。365日、4年ごとのウルービの方式は、後のグレゴリウス暦に受け継がれ、世界標準となる。7月ジュライは、イユーリウス、ユリウス、カエサルの名にちなむ。第2に、属州統治と市民権の再編。属州総督の収奪を抑え、会計、監督を強化。ガリア・キサルピナ住民の市民権付与、元老院の拡充、地方名士の登用で、ローマ政治を帝国規模に適合させる。第3に社会、経済政策、退役兵の入植、植民地で忠誠と辺境安定を両立し、穀物配給を持続可能な規模に整理。内戦の債務危機には、金利計算の停止や資産評価の見直しで激変緩和を図った。第4に公共事業、フォルムユリウムやバシリカユリア整備、道路、治水、港湾の拡充、都市の機能、雇用、秩序を同時に高め、ユリウス家の神話的正当性、ヴィーナス起源を可視化した。同時にカエサルは政治的演出の達人でもあった。自らの戦争をガリア戦記、内乱期の簡明な文体で公的記録に仕立て、クレメンシ、寛容を掲げて敵に斜面を与え、離反、分裂を促す。貨幣に生前の肖像を刻ませ、霊感、黄金の椅子、祭礼の栄誉を受ける。だがそれは伝統的共和制の感覚には王政の影として映った。暗殺、マルスノイデス。その瞬間、前44年3月15日、前44年、カエサルは終身独裁官となる。ルペルカリア祭りでアントニウスが王冠を差し出す芝居は民意を試す演出とも敵に口実を与える失策とも受け取られた。カッシウス・ブルトゥスら元老院議員は
解放者リバーラトーズを称し、ポンペイウス劇場の会議場でカエサルを取り囲む。23の刃が振り下ろされ、彼は咎で顔を覆って倒れる。最後の言葉は定かでないが、後世はブルトゥス、お前もかと脚色した。この暗殺は共和制の回復を意図したが、現実には新たな内戦の幕開けとなる。余波、神格化、継承、訂正。全44から全27。カエサルの遺書は、大甥のガイウス・オクタウイウスを養子、後継者と指名していた。アントニウスは、葬儀で民衆の怒りを煽り、カエサルの庭園が市民に遺贈され、一人当たり300セステルティウスが分配される。夜空にはカエサルの彗星イウリウンシリスが現れ、ディウス・ユリウス、神格化されたカエサルとして崇敬が始まる。全43年、オクタウイアヌス、後のアウグストゥス、アントニウス、エピドゥスが第二次三等政治を結成。プロスクリプティオ、追放財産没収で政敵を粛清。全42年、フィリッピでブルトゥス・カッシウスを破る。最終的にオクタウイアヌスはアントニウスと対立し、全31年、アクティウム海戦で勝利。全27年にプリンテプス体制、帝政を樹立する。カエサルの名は称号化し、やがてカイザー、チャーリへと受け継がれていく。総括、個人から制度へ。カエサルは戦場では公平と平坦で、政治では斜面と宣伝で、統治では暦と行政で勝った。だが最大の転換は、都市国家ローマを帝国規模の現実へ合致させる制度の再設計に着手したことだ。彼の死は内戦を呼び込んだが、その後継者アウグストゥスが権力を制度化することで、カエサルの遺産は安定した秩序へと変換された。儒略歴は現代の時間感覚に市民権拡大と属州統治は帝国行政の原型に、カエサル皇帝の称号は世界の政治語彙にそれぞれ痕跡を残し続けている。ガイウス・ユリウス・カエサル早見年表。全100年ローマに生まれるユリウス氏族。母はアウレリア。全84年チンナの娘コルネリエと結婚。スピアから離縁を迫られるも拒否。全81年頃小アジアでウイ人公を立てる。全75年ロドスへ弁論修行の途上で海賊に捕らえられる。解放後に討伐。全69年財務官としてヒスパニア赴任。オバユリアと妻コルネリア死去。全65年アゼチカン競技開催で人気を集める。借金も増大。全63年最高人議官ポンティフェクス・マキシムス当選。カティリナ事件で寛容を主張。全61年ヒスパニア・ウルテリオルスを得として戦果を挙げ、債務を一時解消。全60年ポンペイウス・クラッススと第一次三等政治を結成。全59年執政官土地法などを成立させ、ガリア属州総督へ。全58から全50年ガリア戦争。全ガリアを制圧。ラインとかブリテン遠征を実施。全52年アレシアの戦いでブエルキンゲトリクスを降伏させる。全49年ルビコン川とかサは投げられた。内戦開始。全48年ファルサロスの戦いでポンペイウスに勝利。エジプトでクレオパトラ氏へ。全47年ゼラの戦い。来た、見た、勝った。全46年タプソスの戦いで元老院パを粉砕。加藤自決。全45年ルンダの戦いでポンペイウツ残党を撃破。事実上の全権掌握。全46全44年独裁官として改革、儒略歴、市民権拡大、植民地設置、公共事業。全44年3月15日元老院議員らに暗殺される。マルスノイデス。全42年フィリッピの戦い。暗殺者側敗北。帝政への道が開かれる。全27年養子オクタウイアヌスがアウグストゥスとして初代皇帝に就任。